どうもちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、朝一に行ったら、とあるものを見つけたんですよ。銀ポこれやった方がいいっすね、これ。いいな、これ。幻の魚。幻の魚なんだ。これもらおうかな、これ。ほら、穴子こんなにある。おー、ざっくり。めちゃくちゃざっくりだ。おー、綺麗に均等にいきましたね。これいくらなんですか、これで。これで1000円ですか、これ。安っ。これで。というわけで、本日の食材がこちら。よいしょ。穴子と銀ポっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マアナゴと銀ポっていうことでね、買ってまいりました。新鮮な穴子と銀ポ。で僕は魚の中でも、この穴子とか銀ポとか、あとウナギとかウツボというヘビみたいに長い魚のことを長物って言うんですけども、苦手なんですよ。変温寺とかはものすごい穴子をさばくのプロフェッショナルですけども、もう僕はマジでド素人なんですよね。今日は練習がてら買ってきました。で、穴子も銀ポもどっちも天ぷらの超高級なネタなんですよね。なので今日はこちらの穴子と銀ポを使って天丼を作っていきたいと思います。そしたらまず開いていく必要があるんですけども、開く前にぬめりを落としていきます。手が荒れないようにゴム手袋をして粗塩を加えます。さっさと。で、粗塩で揉んでいきます。で、銀ポはね、背びれがかなり痛いんですよ。チクチクするんです。なので気をつけてやってください。もうゴム手越しでもちょっと痛いですからね。よし、こんなもんでいいでしょう。で、穴子も同じようにゴシ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 します。これね、ざっくりでいいです。開いてからぬめりはまた落としますので、ざっくりとしたぬめりを取っていきます。で、こんな感じ。で、洗い流していきます。はい、では、開いていきます。そしたら、穴子は、こっちのお腹の方から包丁を入れる腹開きでいきます。銀ポはそれの反対、背中の方から入れる背開きでいきます。なんでかというと、先ほども説明したんですけど、銀ポっていうのは背びれがとても鋭いです。なので、この背びれも取りたいので、背中から下ろしていきます。今日はね、慣れない魚なので、軍手をします。つるっといってスパッといったら嫌なんでね。よし、じゃあまずは穴子からいきますね。毎度おなじみのこのまな板ですね。僕の自家製のやつ。ここに釘が出てて、その釘に頭をこう刺します。ポン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 とね。で、ここの下の釘をこのシンクにはめると、まな板がずれないんですよね。どんだけこっちに力がいっても、これがないと、この力でまな板がこういっちゃうんですよね。ただこれがあるおかげで、ここでこう止まりますんでね。よし、じゃあ行きます。ヒレの上から包丁を入れて、うわ結構餌食べてるな。ちょっと餌を一回出しますか。うわ、なにこれ。カタクチイワシ丸飲みしてますね、これ。取っちゃって。よし、行きます。よっ。あー、ちょっと切れちゃったな。一匹目失敗。こんな感じですね。うまくいった。うまくいった。これはいった。いった。わかった。今見ました。かなりうまくいきました。はい、このようにおろし終わりました。これ数えたらね、11匹いましたね。1匹100円切ってますからね、めちゃくちゃお値打ちです。続きましてはこちら、銀ポですね。さっきの穴子と比べてかなりサイズが小さいので、難易度ちょっと上がってくると思います。ただ、銀ポは背開きでいいので、簡単です。ちょっと大きいやつからいきますか。腹開きと背開きじゃ、腹開きの方が断然難しいですからね。そしたら目打ちを打って、硬いな、身が。穴子と比べてかなり身がしっかりしてます。で、餌をあんま食べてないんで、すごくやりやすいぞ。あ、でも骨が柔らけえな。一発目こんな感じですね。まあ一発目にしてはいい方じゃないでしょうか。で、銀ポは必ず、ここ、背びれをこの段階で落とします。ビビビビビビビッと。
で、ここまで来たら、頭からこう釘を外さずに背びれを取った方が取りやすいわ。こういう風に。はい、そしたらこのように銀ポも開き終わりました。でね、だいぶ上達した気がします。定期的にやんないとダメですね。そしたらこちらぬめりを落としていきます。で、ぬめりは皮肌についてます。包丁の刃がついてる方で、こういう風に、キッ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 と。これがぬめりですね。これがついてると生臭いのでしっかり取ります。で、そのタイミングでこういう風に残っている内臓とかも綺麗に取ります。こんな感じですね。銀ポも同じです。皮肌にぬめりがありますんで、包丁を立ててぬめりを落とします。キッキッキッキと。で、こんな感じですね。そしたらぬめりがある程度取れましたら、仕上げ。粗塩を落として、素早くぬめりをこうやってかき出します。あんまりね、長いことやっちゃうと、塩が身に染み込んじゃいますんで、こんなものでいいです。で、すぐに流水で流します。卵も一緒。素早く素早く、さささささっと。よし。よし、OK。そしたらざるにあげて、はい、これで穴子の下処理の完成。長かった。はい、ではいよいよ揚げていきます。そしたらこれもあったの忘れてました。美味しそうなヨシエビ。これも天ぷらにしていきます。まず頭を外して、皮を剥きます。よいしょ。そしたらここに背わたが入ってますんで、背わたを抜きます。これですね、これ。そしたら裏側に斜めに筋を軽く入れて、で伸ばします。こんな感じですね。斜めに筋を入れる。あんまり深く入れちゃうと切れちゃいますんで、軽く筋を入れます。で、伸ばしますと。そしたら尻尾をこういう風に折りたたんで、斜めにこういう風に切ります。そうするとピーンと揃ってすごく見栄えがいいし、この尻尾の中のこの水も取れますし、同時にトゲも落とせます。折りたたんで、こうです。折りたたんで、こう。こんな感じですね。これでエビの仕込みの完成ですね。そしたらタラの身も今日は揚げていきますんでね。で軽くこの茶色いところを取ります。取らない方は取らないんですけど、僕はもうなんとなく取ります。4つぐらいやっときましょう。そしたら、アナゴちゃんなんですけど、頭はいらないので、頭落としちゃいます。ずっとこういう風にね。1本、2本、大きいとこ3本ぐらいいきますか。贅沢に3本いきましょう。次こちら、銀ポ。銀ポも頭いらないので、頭落としちゃいます。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚ぐらいいきましょうか。そしたら天ぷら粉を作っていきます。今日はこのコツのいらない天ぷら粉を使います。やっぱこれが一番簡単でね、上手にできるような気がする。で、分量通りに作っていきます。100g に対して水 160cc。で、今日は水じゃなくて、この炭酸水使ってみようかなと思います。なんか炭酸水使うとサクッと上がるっていう風にコメント欄で見ましたので、ちょっとやってみましょう。よし。炭酸水を加えます。で、混ぜます。よし。はい、こんな感じ。そしたら油を加えていきます。今日は高級油使っていきます。で、火をつけて170度まで加熱します。よし、では揚げていきます。まずは、エビちゃんからたっぷり衣をつけて、でこういう風に角で形を整えます。で、ここでエビが浮いてきたら粉を垂らして、さらに衣を膨らめます。こうするとカリッカリのお店で出てくるような天ぷらですね。ささささささっと。そろそろいい感じでしょう。うわ、うまそう。ほら、花が咲いたような綺麗な天ぷらに上がりました。ほら、カリッカリで美味しそうですね。
そしたら一度天かすを取り除いて、で、次のターンに備えます。では、お次は銀ポいきましょう。衣をつけて、で、銀ポも垂らして、強化。ふわっと花を咲かせます。おー、すげえいい感じにできてるわ。ほら、うまそう。では、お次は穴子いきます。やばい、丸まってしまう。そしたら穴子も強化。花を咲かせます。手でこうやってパッパッパッパって弾いた方が綺麗にできます。ほら。これ見て。めっちゃうまそう。はい、ではお次はタラの芽ですね。タラの芽も一緒ですね。つけてあげる。若干低い温度でやってください。160度ぐらい。はい、そしたらこのようにカラッと揚がりました。そしたらこちらをご飯の上に盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。ここに天つゆを温めてあります。あったかい天つゆをかけていきます。そしたらこちらの揚げたての天丼に、こちら、先ほど温めておいた天つゆをかけます。じゃあまずはこちら銀ポからいきますか。いただきます。うまっ。全然骨気にならないですね。で、程よく脂もあってうまい。じゃあ次はこちら。自分で開いた穴子。いただきます。うわー、うまっ。自分で言うのもなんだけど、お店の味がする。めっちゃ上手にできた、今回。でね、天ぷらが時間が経ってもサクサクなんですよね。ほら、やっぱ炭酸水でやるといいのかな。タラの芽もうまいな。このほろ苦さがいいんだよな。最後こちら、ヨシエビの天ぷらいただきます。うめえ。甘いな。うわ贅沢だな、これ。はい、ということで今日はこちらの朝市で買ってきたお魚の天丼ときましたら、お飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、じゃん！銀色のやつ。これほど贅沢なことがあるでしょうか。朝市で買ってきた新鮮なお魚を天丼にして、銀色のやつで流し込むと。はい、こちら6対4ですね。いただきます。揚げ物ってめんどくさいけど、うめえな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は朝市で買ってきた穴子と銀ポ、そしてヨシエビを使って天丼を作ってみましたけども、最高でした。めちゃくちゃ成功しちゃった。今まで作ってきた天丼の中で一番美味しいのできましたね。ああいう天ぷらはもう家庭用のコンロじゃ無理だと思ってたんですけど、できましたね。ああいう風に仕上げに手でパッパッパッってやってあげると、簡単に綺麗に花が咲きますんで、ザクザクっとした美味しい天ぷらできますので、ぜひぜひ皆さんもご家庭で天ぷらやる際はチャレンジしてみてください。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。